今日のテーマは私は日本に行った時何かがびっくりしたことです。はい。正しい。ちょっとです。皆さんこんにちは。こんにちは。アリンです。ひろきです。今日のテーマは私は日本に行った時びっくりしたことです。はい。一つ目は飲み放題。なんか飲み放題っていうのは2000か1800円ぐらい払ってで2時間ずっと無料で、無料じゃない払ったからその時間内にお酒は何杯で何回飲んでもいいっていうやつで、だいたい日本やったらその2時間で今よく行ってたところが2時間で1800円やったんですけど、何回も好きなもの何でも飲んでいいっていうシステムで。何でもあるもん。ビール、ワイン、結構そのヨーロッボッカとかヨーロッパのお酒もそこは多くて、一応アメリカのなんかバーみたいな感じのスタイルのお店やったんで、結構日本のお酒もあるしヨーロッパのお酒もあるし、コクテルとか結構多かったし、そうで他のもうこの飲み放題と関係あるものをなんか日本人はめっちゃ早く飲み始まる。例えば6時で、だからもう6時から飲んで8時も酔っ払ってる人道でもめっちゃ見える。でこんなんバーバーめっちゃびっくりした。日本人のその飲むっていうのは結構時間も始まるの早いし、飲むってなったら食べるってことも多分一緒になってる気がするんですけど、例えば日本で居酒屋に行ったら例えば絶対何かご飯もの頼む気がするんですけど、ヨーロッパの人多分飲みに行くって言ったら多分飲みに行くだけなんですよ。例えばバーに行って食べるって言っても、例えばちょっとなんかクラッカーみたいなやつとか、例えばオリーブのなんかつけてあるやつとか。だから普通はなんか例えば、フランスでまずアペリティフだから食べる前ちょっと一杯だけ飲んでそうスナックちょっと食べながら、例えば豆とか豆クラッカー、一応食前酒って言われて多分日本で言うと思うんですけど、でその後はもうちゃんとご飯食べる。でそれは7時半ぐらい8時だからそれ食べて、だから9時半になる。でそこからバーに行って、だから10時から飲み始まる。だから飲むと食べるが多分概念的に完璧に分かれてる気がします。ヨーロッパにいるんで、はい。そうあと日本何がびっくりした。なんか待って、日本は飲み放題、ヨーロッパは飲み放題ないけど食べ放題はある。ヨーロッパにもちゃんと。でヨーロッパの食べ放題だったら時間制限がなくて、で前その友達たちと行ったんですけど、その日本で焼き鳥とかお寿司とかがあるお店やったんです。食べ放題のお店やったんですけども、時間制限なくて、もう入って出るまでも何時間、もう最悪5時間そこにおってもいいし、時間制限がないっていうのが多分ヨーロッパの特徴やと思いますね。はい。びっくりしたことは食べ物の値段なんかレストランに行ったらもうちゃんといい食事食べれる。でもめっちゃ安い。例えばもうフランスでちゃんとのご飯食べたかったら13ユーロにする。だから1500円ぐらい。でも日本でも松屋とか行ったらもう松屋もめっちゃびっくりする。なんか250円290円牛丼と味噌汁出てくる。そうでめっちゃお腹いっぱいになる。これもう最高。多分アジアの文化かな。レストランに行ってもあんまりなんかその家で作るとお金変わらへんのが多分日本、アジアの文化の特徴やと思いますね。そうでもなんかスーパーに行ったらびっくりするぐらい高い。特に野菜と果物がフランスで、そうリンゴも特にリンゴ、あれはもうリンゴ大好き。私は私はリンゴ大好きだけどなんか日本に行った時あまりリンゴ食べなかった。もう1本もう200円。でも絶対に味は日本の方がほんまに美味しいです。ほんまに違う絶対に美味しい。フランスのめっちゃ美味しいよ。マリオも一番安いの買うだから多分その味も慣れてる。でも日本人多分慣れない。絶対慣れてないで。でもほんまに
ごめん、でもヨーロッパに来て野菜はほんまに日本の方が美味しいです。例えばレタス買ってもレタス買っても結構虫ついてたりとかするんです。そう、もうなんかキミコル入ってないだから虫食べなかったらキミコル入ってるっていう。で、まあ日本では多分無農薬でしても虫ついとったら多分あんまり売れないか、買っても多分店に電話して虫ついてるからちょっと変えてください。それは日本人悪い。まあ日本の、質を大事にする。多分フランス人とちょっと一緒だけど、蒸したら野菜美味しいっていう意味、蒸しなかったら美味しくないっていう。まあ大丈夫。これありのクオリティ高いです。はい、大丈夫。あとはなんか日本人は電車大好き。なんかたまにも駅にも電車待って電車の写真撮る人めっちゃ多い。多分鉄道オタクって言われる人だと思うんですけど、これもう日本に行った時初めて聞いた、こんな。でも多分なんか日本その電車多分種類が多いと思うんです。パリやったらメトロやったら同じやし、こうやってなんかその日本高速電車みたいなのあるんですけど、それもそんなに。なんか京都に行く電車とかもたまに1時間1つなんか特別なテーマがある。だから電車になんか絵とか描いてる。で多分中のちょっと内装というかその照明の感じも違うんで。そうでもベーサイに行く電車もたまにちょっとベーサイの写真があるし汚いけど、多分日本人、鉄道オタクって言われる人多分その電車が大好きなんで、それちょっと面白かった。写真撮る人、多分撮り鉄っていうのかな、撮り鉄っていう人とその電車にほんまに乗る人、多分結構写真撮る人とほんまにその電車を乗って楽しむ人、多分分かれると思うんですけど、結構面白い。あと最後にびっくりしたことはなんか泥棒ないで、なんか日本人めっちゃ、安全な気持ちする。例えばひろきとなんかコーヒーショップに行ったらまず席取ってで席なんかあれも話すなんかあれも話す自分たちのカバン置いてもうあれのびっくりしたこともうやめて。まずなんかカバンとかでテーブルの真ん中になんか iPhone 置いてで注文しに行く。もう iPhone もテーブルにある。だからフランスだったらもう誰かが絶対に iPhone 取る、で逃げる。もちろんで逃げる。もちろんめっちゃ簡単で注文に行ってで戻ったらまだもうカバン iPhone もまたテーブルにある。これめちゃびっくりする。で自転車もなんか兄も日本に行った時なんか自分の自転車持ってた。で大学に自転車で行ってた。でもロックしなかったずっとで、もちろんずっと誰もアリンの自転車取らなかった。フランスでこれしたらもう5分でも自転車なくなるロックしなかったら。だからもうこれも日本最高。はい、今日は終わりです、見てくれてありがとうございます。また今度、バイバイ。